これはまあ僕の感覚で言うと、やっぱり裏は角度をつけて擦るのはおすすめしないです。こういう技法って結構すごい顕著に使われてた業界が、革のレザークラフトやってらっしゃる方が一時その青棒をまあ布とかに塗って、もう切ったらすぐなんかもう研ぐみたいな感じでもうやってたりするんだよね。でそういう方々から一時結構その修理依頼とかいただいたり、刃物見せてもらったりっていう機会が結構あったんだけど、裏がもう丸くなりすぎて両刃になっちゃってて、直しようがないんだよね。でまあその中にはその、合わせの包丁みたいな作りのものだった場合は、裏出しって言って金床に裏を当ててハンマーで叩いて曲げて、両刃になったやつを、まあ、もう一回こっちに曲げ直すっていうので、まあ、裏を作り直したりとかっていう、そういう作業でまあリカバーできたりするものもまだあったんだけど、ステンレスの全鋼のまあ革たちとかはもうどうしようもできない。でもどんどん両刃になっていくと、切ろうと思った時に切ろうと思ったところと誤差がちょっと出てしまったりとか、そう丸みがあるからねっていう、そういうちょっと不都合が出たり、なんかこう逃げるようになっちゃったりとか、まあそういったことが起こるっていうのがやっぱり事実、まあ見てて、まあそれほどまあね裏をガンガンやるわけでは当然包丁の場合ないんだけども、じゃあ砥石で裏を研ぎましょうって言った時に当然当たらないし、もう一回その角度をつけてやってしまう。そう両刃に一回やってしまうと、どれだけ細かくても、まあ、要は削れてるから変化が生まれるわけで、それがやっぱり平らなところに当てた時に、そうだからそれを繰り返しやっていくっていうその経過の話だよね。だから短期的なそこだけを切り抜いた時の話で言うと、全然それは別にすごい切れる、目的を達成したっていうのはありだと思うし、悪いことではないとは思うんだけども、ただ道具として長い目で、まあ、何年も同じことを続けた時に同じ切れ味が出し続けられますかって言った時にはちょっと難しくなっていくんじゃないのかなと思うね。で特にまあ型場の場合は、まあ、裏すきっていう裏のへこみがあるけども、あれはもう僕の中ではやっぱり料理人さんに言うのが聖域に近い。どういうことかっていうと、自分の努力でどうしようもできない、まあ、場所っていうところで、まあ、そういう聖域みたいな言葉を使うんだけども、そこをやっぱり壊してしまった場合、やっぱりなかなか自分ではもう直せない。だから一方通行になる可能性があって、それはまあ壊してしまってるところにまあ足をかけてるんじゃないかなっていうふうにはやっぱりちょっと思うところはあるかな。であとね、その道具としての問題点がやっぱり出る時があって、特にやっぱりまあ、出刃包丁なんだけども、出刃包丁の裏をね角度をつけたら調子いいだろうって試したことがもうすでにあるの。だから形は片刃だよ、で裏すきもあるんだよ、でも角度をつけて先だけ両刃にしたらかけないし、かけにくいし、すごく調子よく使えるんじゃないの。別に裏本当にフラットじゃないといけない理由なんかあるのかなと思って、それで料理人さんと一回実験したのよ。でやった結果言われて知らなかったのが、ほんのちっちゃな両刃だよ、ちっちゃな両刃なのにこうやって当ててね、魚の身をこう切るっていう動きを、まあこうやってしていくわけだけど、その時にちょっと裏が両刃になっただけで骨側に進もうとするのって、直進するんだよね、両刃になった瞬間に。じゃあ裏がフラットな場合どうなってるのっていうと、実はこうすくうように動くんだよね。まっすぐ切ろうと思った時に曲がって切れるのと同じ理屈で、こうやって骨に沿わせてこう横にスライドしてるはずなんだけど、若干こう逃げる、すくうような動きで実は切ってるっていうことがそこで初めてよく分かって、まあ骨に当ててもそうだからこの食いつかないというか、そう骨側に進もうとしないから、だから身に骨が残りにくかったりとかするんだよね。だそういう意味でやっぱり両刃にすればするほどなんか失敗する、骨切っちゃったり、そんなちょこっとでやっぱ変わるんですね。そう、いやびっくりしたんだよね。なんかこんだけ大きな角度ついてるから、ちょっと裏入れたところでこっちの圧力の方が強いのかなって想像してたんですけど、そのちょこっとで変わるんです。そうやって思ってたからこそ、なんか
言われて嘘だみたいな、そんなあるかないか分かんないぐらいの両場だよっていう話もしたんですけど、やっぱり言われましたよね。ああそうなんだっていう。だからある意味裏すきを作ってフラットにするっていう構造を作ったのはそういう意図なのかなっていう。だからそれまでは結構両場の包丁も多分あったと思うから、それで下ろすっていうのはしにくかった中で、考えられたもしかすると形なのかもしれないなっていうふうには思うよね。だからそういう使い勝手の問題っていうのが、あるのは事実かなとは思うね。ただね、難しいところでちょっと前までそのへこんだ砥石で研ぐっていうのが、面直しっていうものを使われる方っていうのが少なかった時代が長かったのも事実なんでね。そういう中で裏をへこんだ砥石で研いでしまったら、みんな両刃になっちゃってるわけよね。でもそれが当たり前になってる方がやっぱりかなり多い。なので、そういう意味ではそこでも慣れてしまってる方からすると別にっていう話になるかもしれないから、みんなにおいてね、全員が全員そう思うかっていうのはまた別の話だと思うんだけども、全然その料理を一生懸命わざとしないようにしてる人間なんだけど、上手い人たちはもう料理人さんはじめいっぱいいるから、最初一生懸命料理勉強して自分でも綺麗になろうと思ってやろうかなと思ったんだけども、技術で料理人さんたちってカバーしちゃうんだよね。そうだからこそ下手くそな自分がいた方がその下手くそ側の実験はできるんじゃないかと思ってもうやめちゃったんだよね、逆に。でそういうね技術が全くない人間からすると、包丁がめちゃくちゃ切れたり今の合理的な構造をしているものであればあるほどものすごい簡単に魚がおろせるっていうのもやっぱり分かってはいるね。ただそこがちょっとでも狂うと、例えば包丁がちょっと切れ味が悪いとか、でちょっと両刃になってるとか何かが狂うと途端にうまくできないんだよね。それがもういつもおっしゃってる、それで諦めてしまう若い子がもったいないっていう話をされてるんです。技術でカバーできてた人はいいけれども、これから学ぶ段階で道具のせいであまりにも例えば剥き物にしてもハードルが上がってしまって、そこでつまずいてしまうのはもったいないみたいな話もされてました。そうなんだよね。やっぱりね、そこで残ってきた人たちってやっぱり器用なんだよね。でもじゃあ不器用な人は料理をする権利がないっていう風にね、見えてしまうところもある。でもそういう子たちがもしかすると研ぎがすごくね、そっちの才能があって料理はちょっと不器用かもしれないけど研ぎはうまくできる。じゃあそこでリカバーできたら別に同じ仕事ができたり、結果論だけで言ったらもしかすると他の人がね切れない出刃包丁で魚さばいてるよりもその子がさばいた方が長く鮮度が持つとか、美味しく切れるっていう風になったらやっぱり生き残れる可能性が非常に高まると思うんだけど、そこら辺がやっぱり伝わってないというか、なぜそういう構造でなぜそういう風にした方がいいのかっていうところが伝わってなければないほどやっぱり別の問題も生んでくる可能性はあるよね。結局料理を結果だとするとこっちの技術力と仮に道具だとするとその総合点が同じく高ければいいっていう話です。でも道具がそれ以上加点できない状態だと結局器用勝負みたいになってしまうから、そうするとやっぱ器用じゃない人ほど、道具に問題があった時にやっぱその一歩先に進めないっていうのは確かに今の話を伺うとその誤差でもやっぱり不器用な人からしたら急に変わったぐらいの感覚になるかもしれないんで、そこは間口は広がるのかな、それを知ると、こんなに簡単だったんだっていうのも全然ありえる話じゃないですか、道具を変えただけで。かつらむきしかりだしね、三枚おろししかりだし、やっぱりねどこを高めるのか、客観的な見方で言えばやっぱり1個で勝負するよりもいろんな技術を身につけて、総合的にねレベルを上げていくっていう、勉強の仕方も今の時代はあるのかなと思うし、あまりね話の筋で言えば、裏を両刃にするっていうのは僕はおすすめしないかなって思ってね。